ここはハンドフリー、違う、フリーハンドでいつもありがとうございます。手芸のロマンを探索する手芸所サリーです。今回はこちらのデアゴスティーニさんで試験販売をしているハローキティのパッチワーク5号のこちらのリンゴのシューフライを作る動画になります。こっちのファスナーポーチの動画はまた別の動画になります。概要欄に再生リストを貼っておきますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてこのハローキティのパッチワークはサリンジャーの石上かーくんからのプレゼントです。かーくんいつも本当にありがとうございます。はい。そしてチャンネル登録やいいね評価、コメントなどなどいつも本当にありがとうございます。それでは早速作っていきましょう。じゃん頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回の内容なんですが、まずこのねオレンジっぽい布、前回のここの三角のところよりもちょっと濃いめの布が1枚と、それから接着芯、そして茶色の刺繍糸で、あとこれは小物の方にも使うみたいなんですけど、このリバティ柄の布が1枚、そしてこっちの今回の型紙はこのリンゴの部分だけ使っていきます。多分ねこの部分も後から刺繍の線を写すのに使うと思うので、ここら辺一帯を切り取ってからここのリンゴのとか葉っぱの部分を切り取っていくような形にした方がいいんじゃないかなと思います。キティちゃんの時に学んだはい、そしたら今回も前々回かなのキティちゃんをアプリケした時と同じようにアプリケをしていくような形になるので、まずはここの部分切り取ってこっちの布にこのリンゴの実の部分を縫い代 0.7 違う今回 0.5 センチの縫い代で書き写して、でこっちの接着芯は縫い代なしでまた同じ部分を書き写して貼るっていうところまでやっていきたいかなと思います。じゃあここの多分線も使うから、まずはこんな感じにちっちゃく切ってあげて、そしたらここを切っていこうかな。なんか最近さ紙とか糸とかいろいろ切ってるからかハサミがキューキュー言うようになっちゃって、これはどうしたら治るんだろうか。なんか油を塗ってあげるとかなのかな。そういう用の油って売ってるの全然わかんない、そこら辺の知識が全然ない。はい、じゃあこんな感じでリンゴの実が切れたら、次はここ止めておこうかね。多分後でここ書き写す時にここビロビロしてたらやりづらいかもしれないもんね。ちょっとここはセロテープでよいしょ、ちょっと止めておいて、で次は葉っぱの部分を切ってあげます。これがさ結構枝に、多分後で刺繍する枝に近いところまであるから結構切りづらいかも。よいしょ、こんな感じかな。
よし、ここも止めとく。ここ切り落としちゃっていいよね多分だいたいわかるよね。よし、そしたらこれは後で取っといて、でこのリンゴの部分を書き写していきます。 0.5 センチ縫い代にするから、ここら辺じゃあこんな感じで 0.5 センチのところに点線がなんとなく打てたら、ちょっとねここはここはハンドフリー、違う、フリーハンドで、なんか最近言い間違いが多いな。フリーハンドでこの点線なぞるようにチャコペンで線を描いていってあげます。よし、こんな感じ。そしたら、切ってあげるんだけど、その前にこっちもまず写してあげようと思います。よいしょ、裏向きでなぞってあげて、で両方ともなぞれたのでこれを切っていきます。あ、待って、あんまり真ん中に描きすぎちゃうとこっちが、大丈夫だね、大丈夫そうだね。これも先描いとく？葉っぱも先描いとこうか。やば、取っちゃった。まあいいか。しまっちゃったけど。よいしょ。ガタガタする。ちょっとね、今しまってしまったから。よいしょ、こんな感じ。オッケー。そしたらこれもやっとくか。これはね、後でまた使うみたいなので結構端っこがいいよね。 0.5 センチ、ちょっと待って、サリー前のさこの歯切れを取っておいたからこっちでやろうかな。 0.5 センチも縫い代取れないかもだけど、多分今までキティちゃんアプリケした時みたいにこのこの 0.5 センチの縫い代の部分は後でこの型紙というかこっちの接着芯に合わせるようにして並縫いで絞ってあげて、であとはなんだろう、隠れちゃう部分なので縫えさえすれば 0.5 センチなくてもいい気がするので、よし、じゃあここら辺にしようかな。ここら辺でもう描いちゃおう。でも結構布が伸びるな。やっぱあれだね、敷かないとダメだ。やば、表で描いちゃった。よいしょ。なるべくさっきのところと合わせたい。ここら辺だったかな。待って、こんだけさギリギリにやっちゃったらあれだよね、ダメだ反対側でやろうね、こんなにギリギリだとさすがに縫えないよね。のでこっち側、ここら辺かな。よし、こんな感じで、これはでも 0.5 センチちゃんと切らなくてもなんとなく合わせてあげればいいような気がしてる。なんとなくこんな感じで切っておいてあげれば後で問題なく縫えるし絞れると思うどうしよう、これで後で失敗したらどうしよう。よし、とりあえず物は試しでこんな感じで切っておきます。よし、じゃああとのこっちとこ
こっちも同じように切っていきたいと思います。はい、じゃあ全部切れたので、今度はアイロンでこの接着芯と布をくっつけていきたいと思います。はい、じゃあこんな感じでアイロンでこんな感じに接着芯が貼り付けられたら、こっちのねリンゴの方はリボンを刺した時と同じようにこのへこんでる部分をちょっと切ってあげて、で切ってからこう2つに分けて並縫いをしてギャザーをね寄せていってあげます。よし、じゃあ適当に幅が広くなりすぎない程度に並縫いをしていきます。並縫いができたらこれをこうやって寄せてあげて、でどうせボンドで隠れちゃうからこっちでやった方がギャザーきつい状態でできるかも。玉留めをよいしょ、こっちの外側で作った方がやりやすい気がする。なんか前はこう見えないように内側でやらなきゃダメだと思ってたんですけど、なんかそうすると結構ねこのギャザーが玉留め作る時に緩んじゃうので外側の方がいいかもしれないです。はい、じゃあ片側こんな感じでできたので、もう片側とあと葉っぱの部分は切り込みとか入れないのでこうぐるっと刺して絞って玉留めをして留めてあげます。はい、じゃあこんな感じで後ろギャザーみたいに寄せられてこんな感じになったら、こっちの前回作ったパッチワークにこのリンゴちゃんを配置していきます。でこれを配置する位置なんですけど、じゃん、こっちの4号に載ってるこの実物大の図案をちょっと見ながらこんな感じかな、こんな感じに配置して、まずはボンドで仮留めをしてから、それが乾いたらまつり縫いをぐるっとしていきたいと思います。あ、でこれがなくてもさ、もしかしてこっちでもいけるんじゃない？このリンゴとこの葉っぱの位置がなんとなくこれでわかるでしょこんな感じかな。そうだね、こんな感じになるので、これでとりあえず貼って乾いたら縫い合わせていこうと思います。なので、リンゴはねだいたいちょっと半分より下らへんにやってあげれば、あれ出てこない、これ全然出てこないんだけど、固まっちゃったかな。全然出てこないな。あ、やってしまったでもこれでとりあえず今度はつけられるか。あんまりたくさんは塗りたくないんだけどな。よし、じゃあボンドが塗れたので、これを仮留め、ちょっとその時にこのね玉留めした時の糸とかも一緒に中に入れちゃうようにこんな感じでね、よいしょ、貼ってあげて、で葉っぱもこうでこんな感じだから、だいたいここだよね。よいしょ、こ
こから刺繍するか、もうちょっとこっち側にする。もうちょっとこっち側がいいかな。はい、じゃあこんな感じでまずは乾くまで少し待ちたいと思います。もうちょっとこれ傾き変えよう。こうしよう。よし、じゃあ乾くまで待ちたいと思います。はい、じゃあこんな感じで仮止めがねちゃんと止まったので、祭り縫いをしていきたいと思います。キティちゃんのパッチワークした時に間違えて刺してしまったので、今回は間違えないようにまずこの山になってる部分から出してきてあげて、こっちのピンクの布の部分を少しだけすくってあげる。そしたらまた今度この山の部分から出してきてあげて、ピンクちょっとすくってリンゴの折り山から出す。これをひたすら続けていきます。ぐるーっとね祭り縫いをしていきます。はい、じゃあこんな感じでアップリケができました。でね今更気がついたんだけど、これねテキストにこの葉っぱの部分はできるだけ白いところよりも色が集まってる、こういうできるだけ色のあるこういうところを使った方が良かったみたい今更結構ねサリーの白いところを使ってしまったけど、まあでもリンゴに見えるから大丈夫かなと思っています。はい、そしたら次刺繍をやっていくんですけど、刺繍をするためにこのリンゴのこの線の部分と枝の部分、へこみと枝の部分を書き写さないといけないので、この部分を線が描きやすいように目打ちで穴を開けていってあげます。でサリーは結構このパッチワークやるときにこういう鉛筆のチャコペンを、鉛筆タイプのチャコペンを使っているんですけど、これから刺繍するところを書き写すのに関しては完成した時にすぐ消えた方がいいかと思うので、こういうフリクションを使った方がいいかなと思います、個人的に。っていうのもフリクション、線が簡単にアイロンすれば消えてくれるっていうのと、あと多分ペンシルタイプでこういうところ、この穴のところにペン突っ込んで後でこの線を写してあげるんですけど、ペンシルタイプよりもペンタイプの方が単純にそれがやりやすそうなので、サリーはそっちだけフリクションでやりたいと思います。入るかな？ギリ入る？ちょっとやってみようか、こっちだけで。ここら辺は平気なんだけど、なんか微妙？ボールペンだといかないかな。行ってほしいんだけどな。でも行ってるね。大丈夫だね。じゃあこのままついでなので書き写してしまいたいと思いますなんかあんまり模様が映らなかったけど、でもこのわかるかな、見えるかな、穴みたいなへこみは映ったので、これでね、こう線を引いていってあげようと思います。ここら辺微妙だな。こうだね。そしたら次はこの外側の部分もこう綺麗につながるように穴を開けて書き写してあげたいと思います。こっちは綺麗にいったね。点線が写せたら線を引いてあげて、こんな感じだね。そしたらこのついてた茶色の糸2本取りでアウトラインステッチをして、この部分
埋めていきたいと思います。はい、じゃあこの茶色の2本取りに持ち替えたら、このへこみの部分のここからアウトラインステッチをしていきたいと思います。テキスト見るとこの糸の流れがこうなっているので、そんな感じに近づくように刺していきたいと思うんですけど、これ接着芯が中に入ってて結構硬いので、こういう指抜きとかがある方はそういうのを使った方がいいかなと思います。そしたらだいたいちょっと太めのアウトラインステッチをしなきゃいけないので、こう来て、よいしょ、こんな感じかな。こんな感じでちょっと重なりが大きくなるようにアウトラインステッチをひたすらやっていきます。はい、じゃあこんな感じでアウトラインステッチができたら、次はね、この近いところからじゃなくて、ここの部分からまた今と同じくアウトラインステッチをして、これができたら完成になります。よし、じゃああとちょっと頑張っていきましょう。今回3回ぐらいやってるかな。よし、間違えた。ちょっと待って、しょっぱな間違えた。今回の向きはね、こうだ、こっち向きに刺してるように見えるので、ここの頂点からじゃなくてちょっとずらしたところから始めた方が、ここのサリー今頂点刺しちゃったんですけど、頂点からちょっとずらしたところから始めてこう刺していった方が良さそうです。で、ちょっと一回やり直してどんどん進めていきたいと思います。じゃん、リンゴのシューフライ完成です。今回アップリケをするだけだから正直物足りないかなってちょっと思ってたんですけど、でもアップリケももちろんあるし、この刺繍とかもあるので、結構ね、やりごたえは前回と同じぐらいあったかなと思います。で、前回のキティちゃんの時は気にならなかったんですけど、ここのね、祭り縫いのところがちょっとパッチワーク糸を使ってやってるので、白い糸だからか、こういう風にパッと見はわかんないんですけど、こうね、アップで見るとちょっと気になるかなーっていうのが正直なところです。これだけをこう間近で見るってことがあんまりないだろうからいいのかな。なんかそういうところも気になる方は、ここの祭り縫いのところは近い色の刺繍糸とかを使ってやった方がもしかしたらいいかもしれないです。でもそれくらいで今回もね、いい感じに可愛くできたと思います。で、シューフライっていうののサリーテキストをまだ読んでないからなのか、説明がなかったかなと思ってるんですけどもしかしたらこれのこういうなんていうの、四隅にこう三角があって、こう四角が配置されてるパターンのことをシューフライっていうのかなと思います。ちょっと撮影終わったら確認して、ここら辺のテロップに出しておこうと思います。はい。それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでのハローキティのパッチワークの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。そしてサリーのチャンネルでは視聴者さんと一緒に手芸戦隊サリンジャーを結成しています。サリンジャーの皆さんとおしゃべりをしたり、アドバイスを受けたりしながらみんなで一緒に手芸を楽しんでいます。
あなたもチャンネル登録をしてサリンジャーの一員になりませんか？サリンジャーのみんなはあなたの入隊を待ってまーす。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメントなどなど本当にありがとうございます。またサリーのチャンネルでは毎週水曜日お昼の11時半から12時半まで手芸の生放送をしています。そちらもお時間合えばぜひ遊びに来てくれると嬉しいです。それではまた次回のハローキティのパッチワークの動画でお会いしましょう。サリーでした。バイバーイ。また見てね。See you!